どうも、死んだカズと申します。このチャンネルではゲームの配信やプラモデル制作動画のアップロードをしています。本日は RG ガンダムエピオンを光沢キャンディーで塗装していこうと思います。まずキットを見ていきましょう。素晴らしい完成度。まさにエピオンの決定版と言っていいんじゃないでしょうか。プロポーションやディティールは文句なしです。しかし全塗装派としてはアドバンスド MS ジョイントで構成されたヒートロッドが厄介です。 ABS が使われていますが、今回はこちらも全塗装をしていきます。まずは製面処理を行っていきます。引けがありそうなパーツを中心に600番でヤスリ掛けしていきます。見える部分が全て真っ白になるまで削っていきましょう。次に表面処理を行います。2000番相当のガンプライマーバランサーグレーとシャイナーのホワイトを使って表面を整えていきます。ガンプライマーは600番から2000番に飛ばせるので非常に手早く作業を進めることができます。ヤスリ掛けが終わったパーツがこちらです。いい感じの光沢が出ています。若干ヤスリ傷が残っていますが塗装で消えてくれるはずです。では塗装に入っていきましょう。最初は内部フレームから塗装していきます。まずは EX ブラックを全てのパーツに塗装していきます。この後塗装するメタリックの重厚感を出すために黒下地にしています。金属の光を通さない感じを出すには黒下地が最適です。次にスターブライトアイアンを塗装していきます。シルバー系の塗料はいろいろあるのですが、スターブライトアイアンは重厚感がずば抜けていますね。他の色を引き立てつつ自分もしっかり存在感がある素晴らしい色です。なんだかんだフレームや内装パーツには毎回使っているような気がします。前回動画でも使っておりました。最後に BX クリアを吹いて光沢を出しつつメタリックの塗膜を保護します。メタリックの塗料は塗膜が弱いのでしっかりとクリアコートしてあげましょう。これでフレームの塗装は完了です。次は外装パーツの塗装を行っていきます。こちらも下地に EX ブラックを吹いていきます。今回はキャンディー塗装やメタリック塗装をするので各種塗装を際立たせるために下地を黒くしていきます。こちらは群青色、紫系、白い部分全てに塗装しております。こんな感じでウェットになっていれば OK です。後々の塗装で光沢を出しやすくなります。紫のパーツの下地にクレオスのクリスタルカラーアメジストパープルを塗っていきます。こちらの塗料はパール塗料となっており黒下地の上から拭くと綺麗な紫色になってくれます。キャンディー塗装の下地にパールカラーを使うと深みが増していい感じです。こちらはちょっと濡れているかなくらいな感じで留めておきます。上からクリアを拭くのでザラついていても大丈夫です。ガイアノーツのクリアレッドを拭いていきましょう。ちょっと濃いめのクリアカラーを一気に拭いて1回で発色させていきます。薄いクリアを複数回拭くと塗装ムラが出たりして面倒です。アメジストパープルとクリアレッドで綺麗なワインレッドカラーのキャンディー塗装が出来上がります。華やかでありながらも深みのあるめっちゃいい感じの色合いですね。続いては赤い部分のキャンディー塗装の下地としてクレオスのムーンストーンパールを塗装していきます。ムーンストーンパールとダイヤモンドシルバーは似た感じの色なのですが、ムーンストーンパールの方が粒子が細かく優しい感じの塗料となっています。ムーンストーンパールの上にガイアノーツのクリアレッドを重ねていきます。こちらのパーツでも紫の部分と同じように一発で発色させていきます。そしてこの後クリアブラックを薄く重ねたのですが録画するのを忘れてしまいました。群青色の部分にはガイアカラーのプリズムブルーブラックを使います。この独特な色合いは本当に素晴らしいですね。キャンディー塗装の下地にしてもいい活躍をしてくれそうです。続いて白いパーツの塗装をしていきます。ここはガイアノーツのパールシルバーで塗装します。パールシルバーはシルバー系の中でかなり白に近い感じの色合いをしています。パール粒子のおかげでとても綺麗で高級感のある仕上がりになります。白に近い色を出すためにはパール塗料の色だけで発色させるぐらいの勢いで拭く必要があります。こんな感じで白くなれば OK です。ゴールドの部分はクレオスのトパーズゴールドを使っていきます。粒子が大きいのでザラついた金属を表現するにはもってこいの塗料です。今回は
爪や角といった部分が多いので非常に相性がいいはず。最後にヒートロッドの塗装をしていきます。事前にプライマーとして密着ロンマルチを使用しています。プライマーが乾燥したら EX ブラックを塗装します。ヒートロッドの ABS 樹脂は溶剤に非常に弱いため塗装には注意が必要です。速乾性の高い強いシンナーを利用し、複数回に分けて砂拭きすることで溶剤成分がパーツの上にとどまらないようにしています。複数回塗り重ねたものがこちら。ここからは普通に塗装していきます。プリズムブルーブラックを塗装していきます。水性塗料などを使った塗り分けやマスキングも考えたのですが、今回は単色で塗装します。ヒートロッドは複雑な造形をしているので、単色でも光沢塗装なら十分かっこいいはずです。こんな感じで塗装できました。 ABS でもプライマーを使えば問題なく塗装することが可能です。この後は全てのパーツに EX クリアを吹いて塗装は完了です。ではデカールの貼り付けを行っていきます。今回も MYK デザインの明日のデカールを使用していきます。相変わらずデカールの貼り付けが大の苦手な私です。今回も位置決めがうまくいかなかったり、水分を抜こうとしてデカールがずれたり、いろいろありながらも貼り付けております。デカール作業は翌日になったらニス部分を剥がして完了です。艶出し兼デカール保護のクリアを拭いていきます。まずはデカールにダメージを与えないようにクリアをさっと砂拭きしていきます。次に一気に光沢を出すために表面がウェットになるまでクリアを拭いていきましょう。これでいい感じの光沢を得ることができます。最後に部分塗装です。水性塗料の下出るカラーをエアブラシで拭いていきます。はみ出しても OK。 しっかりと塗料をモールドなどに塗っていきましょう。あとは市販のデオドラントペーパーで拭いてあげれば簡単に塗り分け完了です。こんな感じで簡単かつ綺麗に部分塗装ができました。では最後の組み立てに入っていきます。今回は研ぎ出しなどを行わず、できる限り簡単に塗装をやってみました。実は RG を全塗装するのは初めてだったのですが、ここまで大変だとは思ってませんでした。パーツ数のプレッシャーにやられて製面処理が甘い場所も多かったです。今後 RG を塗装するときはじっくりと取り組んだ方が良さそうです。さて、いよいよ完成です。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。動画の感想などございましたら、ぜひぜひコメントしていただけますと幸いです。それでは完成動画をご覧ください。